正弘のうまいのなんのうまいのなんの。ネオクラシックといえどもとても大事な寿司種が2つあるんですよ。おっと、マグロ、赤身じゃなくて大トロ。なるほど。もう一つ、はい、皆さん大好きなのがウニ。両横綱って言ったら大トロとウニと。でネオクラシックっていうところはやっぱり握りだけじゃなくておつまみを工夫して出すと、最近は上にいろんなものを乗せますね。もうそういうのは後付けっていうんですけども、見栄えっていうか、インスタ映えじゃないけれども、ああお寿司が綺麗だなっていうふうに、ネオクラシックっていうのはシンプルではないけれどもなんか味の豊穣さとかバリエーションでいうと、面白いことを考えてる人がたくさんいるなと、うまいのなんの田中でございます。ネオの寿司っていうのは本当にそういう意味じゃどんどん進化してるんですけれども、最近なんか注目されてるようなものってのはあるんですかね。ひょっとするとご存知ないかなと思うんですけども、ネオの最先端は、お醤油使わずに醤油使わない寿司オリーブオイルで食べさせるそれを考え出したのが山形のアルケッチャーノっていうイタリアン、そこの奥田正幸さんというシェフ、彼がやっぱり庄内のお魚がちょっと塩分はちゃんとあるんだけれども、油分が少ない、で彼が外国行って発想したらお醤油よりオイルを塗ったら面白いかなっていうようなことで東京に2店出してて、とっても面白い話なんで、その奥田さんに話を聞いてまいりました。なるほど。ちょっと聞いてください。ありがとう。銀座にあるお寿司屋さんなんですが、もう中に入ると全くカウンターでお寿司なんですけども、並んでいるものはオリーブオイルが何種類もある。ナッツ系だとか柑橘系とかいろいろありまして、お塩ももうちゃんと名前が書いてあるんですけど、こんなにお塩ってあるのって、もう食べる方が戸惑っちゃう。ちょっと一風変わったお寿司屋さんに見えるかな。奥田さんがもう画期的なオリーブオイルとお塩で、お寿司を握るっていうのを聞いた時びっくりしたんですが、世界に行っていろいろ呼ばれて料理するんですが、その時に寿司握ってくれって言われて、寿司を握ってた時に油が乗ってないから多分油を塗るとトロみたいになるんじゃないかな。そしたらみんなの反応が良かった。で今度庄内でたまたま地域おこしでお寿司屋さんをやることになって、その時に庄内の魚を勉強していくと、日本海の魚は太平洋側の魚と比べて油が乗りづらいということは、日本海の魚に香りをつけたいということでオイルを塗りました。さらに油が乗った方が魚が美味しいので、そこにオイルを塗っていったということで、よくよく考えるとお寿司は、ネタの上に油があって塩があって、酢飯の酸味で油と塩と酸でビネグレットソースになって中和し合う、ってことが分かって、でさらに油塗って寿司飯の糖分でみんなが脳内ドーパミンが出ちゃってみんな笑うんですよ。それでオイルを塗るようになりました。オリーブオイルとでいただくのが一番違うのはどこですか？オリーブオイルでいただくと油と塩が上に乗っかってるので、実はワインとすごく相性がいいんですよ。で醤油っていうのは酸味と塩分があるので、食べていくと、量食べれないんですが、その醤油の酸度を実はワインの酸を使う。で塩は乗っかってるから、その塩とワインの酸味で醤油代わりになる。で油と中和していくので笑っちゃう。でさらに、例えばシャルドネだったら、ナッティーな香りもするので、そこにナッツオイルを塗ると、ソービニョンブランがシャルドネに変わったり、あと小肌にはガリっていう白い世界を噛んだような感じが小肌にはあるので、それと同じなのがニュージーランドのソービニョンブランなので、小肌とニュージーランドのソービニョンブランを飲んで、そこにちょっと苦みがあるオリーブオイルを塗ると抜群の相性になるっていう風に、ワインとのペアリングが自由自在にこっちでコントロールできるんですね。でそうやって塗ってます。はい、最後の質問、握りって難しいですか、難しくないですか？握りは増弘さんから指導も受けますが、一応ちゃんとコツさえ覚えて数をこなしていくと、難しいんですけども、ちゃんと狙った通り柔らかいネタには柔らかく握る、硬いネタは強く絞るとか、そういうところの味覚のところから考えていって握り方をやっていきます。あと意外に有名なお店行くとみんな自分なりの握り方してるので、握り方の型ってあるけどないんだなっていうのが分かりました。
なるほど、だから油が乗ったのが好きな人が増えてきたから、本当に油を塗ったんですね。塗ったんですね。でやっぱりその油を塗ったことがワインが合うっていうから、なんとなくお酒のがやっぱり合うかなっていうところがあったと思うんですけども、かえって本当にワインがないと寂しいっていうくらいの。どんな握りが出てくるかって、これもまた奇想天外って言ったら失礼なんだけど、下がナスで上がウニこれナスですか？下はナスとウニがね、まあこれがよく合うの。これもう一つびっくりしたのが、サバね、しめ鯖だけでも美味しいのに、いぶりがっこのスライスしたのを乗っけると、燻製状のものと締めたものの相性でちょっとしめ鯖と違う味かなっていうよ。そうなんですか。それにこう白のワインを合わせたりなんかして、これはもうネオの中でも最先端いってるネオかな。どんどん新しくなりますね。はい、それはそれで楽しみだ。これがもっともっと流行りだすと、また違う世界がわーって広がっていくかな。ありがとう。